ミストの過去を全部ぶっ潰す。そもそもオーディションでそのおもちゃみたいなやつ入れるからでしょ。お前覚悟違うのじゃん。そもそも昔のホストクラブの考えだと思うんですよね。お前の時の満足どうしたん。じゃあそこまで教育すんのか。それを改善しようよって。じゃあ改善しきれてねえからそうなってんだろうがや。これも俺ら変わんなきゃいけないの。すいません、ちょっと全然喋ります。何しに来たの。たまたま相席になって絡まれちゃったみたいな。お名前なんて言いますか。ゲストの名前聞くなったら。めちゃくちゃ一緒に歩いてそうやな。来てくれる。嬉しい。なかなか人の誕生日祝えることってないから。まあまあ次の日仕事でもなんだろう。それじゃ一日やっぱ違うね。楽しかったから回ってられるように頑張るから。違うよ。ああ、そうです。最近芝居どうですか。今現状としてはもともとの顧客数が少ないんで、宿泊まだそんなに多く入ってるわけではないんですよ。いろんなものが全て揃ってから外に発信しようと思ってるんで、今はやってるのは内装をしっかり整えること、そういう初回が入った時にきちんとその女の子たちを楽しませること、それができるいうキャストに育てることっていうのが今第一優先ですね。オーディションの成長具合はどうですか。いや、まだまだですね。ホストの入り口も立ってない状態です。はい、まだ一般の、まあ、男の子っていうレベルの状態ですね。軍神プロデュースの店舗でまず大切にしているのは教育。プロとしてどうお客様と接するべきか。ミスト時代からいるメンバーが日々新人の指導に力を注いでいた。ちっちゃい気遣いだけど、これが綺麗で見定まれた方がやっぱケーブルの見栄えも良くなるから、そういう風にしてほしいかな。アキさんとか教育隊でもう基本的なテーブルマナーであったりとか爆弾行為とかであったりとか教えてくださるので、すごくお世話になりましたね。一番はアクさん。僕今寮一時的に一緒なんですけど、まあ一緒にご飯行ったりとかいろいろ僕も相談事とかはやっぱアクさんが一番聞いてくれるんで。それも良くないと一番悪い。今までのリリオンとかリタとは違うんで、リリオンとかリタだったらもうゼロベースなんで、ゼロから作ってるからこそ個人主義でボンって作れるじゃないですか。だけど今回の手話に関してはもともとあったものを破壊するっていうところから始めてるんで、その破壊にやっぱ時間かかりますよね。その破壊っていうのはミストの男の子たちの過去を否定することなんで、結局人って否定されるの嫌なんですよ。自分がやってきたことが間違っていましたって言われるの一番嫌じゃないですか。後悔したくないんですよ、人生。自分が歩んできた人生は正解であったっていうふうに自己防衛したいんで、でもそんなの関係なしにミストの過去を全部ぶっ潰すつもりでいるんで、ホスト歴だろうが何だろう関係ない、10年やってます関係ありませんと。まあそこを含めてもともといるミストの男の子たちと、まあそのオーディションで入ってくる男たちはその壁も感じるんで、結構だいぶ在店者も多く出たんで、まあその理由も明確化させなきゃいけないんで、そこを含めてちょっと終了で話そうかなと思います。はい、お疲れ様です。まあ人事関係で、一つ報告があります。今回、ゆべしだとリスかなとはが、退店することになったんで、報告しております。退店者の一人東亜といえばオールダメだからこそ採用したいなと、チャンスを与えてあげてもいいかなと思ってます。芝のオーディション動画が配信後、東亜を応援する数多くのコメントが寄せられていて、ちゃんと何ヶ月か続けてるから全然違う世界にいる。軍神とも話し前向きにホストを頑張ろうとしていた矢先、その退店の理由とかって僕聞いたんですけど、うん、そんななんか甘いもんじゃないです。うん、結構別のキャストからこういう風に言われて今嫌なんですよねとか、うん、それでちょっと悩んでるんですよねっていう話を実際に教育して聞いてて、ぶっちゃけ名前
上がってるんですよ。僕ら教育してる側なんで、まあ、言われてるんですけど、まあ、湊さんと、まあ、直人さん、まあ、正直圧力あって、まあ、やりづらい。やりづらいってどういう面でやりづらいって教育の段階とかでかなりきつい言葉を浴びせられました。ホストっていうのが何も分かってない状況とか怖い世界だなって思って入ってきてるっていうのが当たり前だと思うんですけど、それから変わっていこうよって言ってる中で本人たちがイメージしたままのを見せてしまって、やっぱこういう人だって怖いんだなって思ってやめてったっていうのが理由ですよね。全体的に違ったよ。湊さんとかが教える時とかも「今日イライラしてんだよね」みたいに自分ちょうど後ろぐらいにいて「お前バカだろ」とかなんか人間的におかしいみたいなことを言って、まだ3日か2日ぐらいで何もわからない状態で教えてもらってるのにガンガン攻めてたんで。ふらつく感じの、まあ小中の時の嫌な先輩みたいな、お笑いの分だと先輩に殴られたのがあったんで、そういう人分かったら距離空けてたんで、ここだと毎日一緒にいるじゃないですか、毎日、週6日、リフレッシュできないし、自分が望んでる人間関係じゃない。お前だけがガキだからって言って年々しく触ってくるの。はい、いや、はい、面白かったです。別に怒ってるって空気も近いし。じゃあ、いいですか。すいません。気をつけ。はい。俺からしたら厳しい言葉をかけたとすらも思ってないわけよ。当たり前に基準値あるやん。基準値をそれだと今までと同じじゃないですか。みんな実際もう実力なかったからじゃない。分かるよ、そこ教育した気持ちは分かるよ。分かるけど、でも事実を元から早からだと思うよ。じゃあ俺らがたまたま今回それ名前上がったかもしれないけど、他のやつのところで怖いって言われたらそこでそういうふうに問題起きてるじゃん。いや、これ実力関係ないと思うんですよ。僕もミニストの最後の方入って入店初日で掃除の時に直人さんに背中ぶつかって「おい」って言われて、めっちゃ怖っとこの店持ってでタトゥー入ってる人ばっかで昼の世界から飛び込んできたりとかしたら怖いなっていう印象で終わっちゃうんですよね、多分。やめたから終わったんでしょ。それ成長する機会があったら別に。いやでもそもそもホストをしに来たんであれば知識ってものがないからこそ教えてんだろ。当たり前なんよ。なんでそこで手を差し伸べようとしないんですか。差し伸べるやつがいるじゃん。差し伸べりゃいいじゃん。で俺は怖がられたんでしょ。なんでその対応を最初から取っちゃうの。そういう子たちに対して取ってない人は別に普通にしてるよ。で、じゃあ逆になんなのよ。おめえが今こうやってミーティングの前で俺らの名前挙げてよ。今までだとしたら俺ら2人がじゃあここでメンタル良かったらじゃあお前に晒し上げられましたって言って、これ俺らが悩んだらどうすんのよってことだべよ。おめえだって絶対ミーティングの前でこうやってやってんだべよ。それが事実だ。そもそもだろ。そもそもオーディションでそのおもちゃみたいなやつ入れるからでしょ。おもちゃみたいなやつ入れてるから俺らがここにケツ拭いてんだからって。収拾がつかない状況となり、改めて話し合いの場を設けることにした軍神だが、これがかつてない修羅場となる。全体のミーティングで話しても拉致開かないし、多分まとまんないから、まあこうやってね集まってもらったけど、まあ、お互いの人のもう一回のことでちゃんと話し合ってほしいんだよね。まあそもそも強く言われて、何を言われて辞めたのかよくわからんし、こっちは良くなると思ってプラスになると思って言ってるだけであって、前の店と変わらないじゃないですかとか言うけど、じゃあ前の店以下やん今。絶対プラスになんないですよそれじゃ。いいよ、じゃあお前らの主張言えよ。俺はああいうふうに名前出してよ。ぶっちゃけ退店理由が自分がホスト向いてないからだったらいいんですよ。ただやりづらいから怖い先輩がいるからだったら必要ない理由なんですよ。やめろって俺ら一言も言ってないよ。でもやめろなんてような行動はしだす。やめさせようなんてしてないって勝手にやめたんでしょ。怖かったんでしょ俺らが。分かるよ、怖いかもね。確かに言い方あったりとか強い時あるよ。それが分かってるわけですよ。怖いかもね俺ら。いやじゃあそいつのために言ってないんか俺が。分かってるっすよ。直人さん俺にも怒ってくれるじゃないですか。愛のある人間なんて分かってるっすよ。なんでじゃあそれをもっと愛を持ってできないの。愛を持ってるからこういう口調になるんだろうが、普通に考えろよお前。考えてなんないと俺は言ってるんですよ。俺はいいっすよ、関係性があるから。そもそも直人さんと湊さんってなんか昔のホストクラブの考えだと思うんですよね。先輩だから歴長いからなんかできるのが最低基準だろう。まあ下から入ってきたんだからマナーわきまえろよとか、
それってもう今から入ってくる人たちに対して時代錯誤っていうか、っていうじゃあさ、じゃあお前何小学校を作りたいの？そのガキども集めて、実力ないやつらのそのガキンチを集めて、お前らと覚悟違うの？じゃあ地方組なの俺ら。だから俺らとお前らの気持ちが違うの。なんでその覚悟がその辞めてった信者チームないって言い切るんですか？なかったからでしょ。なかったからでしょ。俺らじゃあどうなったのよ。俺が入った1週間どうなった？1回しか初回ずっと入ってなかったよ。文句言ったか？それで辞めるって逃げたか？他の店舗ずっと入ってくなってここにいいんだろうがよ。北海道と広島でホストをしていた2人だったが、一念発起し何も頼りもない中歌舞伎町へ上京。しかし入店したミストで1年も経たずに閉店。今もなお激動の渦中にいる。そのだから下はいらな売り上げないから排除してったら、排除なんてしてねえんだって俺ら。だから排除最初から排除したらやめたかったらもっとやめてるわ。したつもりがなくてなってるのが問題なんですよね。だから実際だから遅から早からいなくなる人間だったんじゃないのってだから言ってるじゃん俺は。正直五木さんの店舗にふさわしくない考え方してるんですよ。ホストっぽくない人でも手差し伸べて話を聞いてあげる、ヒアリングしてあげる、やったことないですよ。じゃあ最初俺新人のやつに一緒にヘルプついて一緒回ったよ。でそれで来いって言われたら別に知らないよってなるし、新店つってオーディションして覚悟持ってきたんだろ。お前らでも覚悟持ってきてるはずだと思ってんのよこっち側は。でもこれで言うと辞める率高くないですか？何が？今後入ってくる人たちに対しても同じこと考えるんですか？最初そもそも歓迎するムーブから始めないと、歓迎して仲間だよって言ってそこから始めていかないとその子たちも喋れないし、ここから頑張ろうとも思えないし。じゃあそいつらの覚悟って何なんって感じなんだけど。花開くやつは我慢強いよ。花開くやつは努力するよ。でもいつそれが花開くか誰にも分かんないじゃないですか。分かんないね。だからその道半ばで倒れたのはその子たちなんじゃないの？でもそれを踏みにじった可能性もあるですよね。花開く前に根っこから抜き去った可能性もありますよね。それをそう捉えたのは本人たちでしょ。俺らはそんなつもり1ミリもないよ。じゃああれだね、なんか俺らが言いやすすぎだったりとかさ、なんか怖いとかガチャガチャ言われてるってそれヘリプロ席の話でしょ。あれだわ、お前その状況知らないでしょ。多分知らないからって教えてやるじゃん。俺が一緒にヘルプついてたの。ヘルプついて一言も喋れなかった。で俺がちょっといじったの。いじって笑いにはなってる。テーブルの中でお客様自体も何この子ってなってたの。全然喋んないじゃんみたいなことを俺に言ってきてるから、それをいじって立たせたの。でそれがいじりが怖いってなったんでしょ。そんなん言われたらじゃあどうすんねん。じゃあテーブルで黙って座ってテーブルマナーもできないやつを座らしとくの？実際タクシー高いから払ってんじゃないの女の子。じゃあお前ら教育隊で教育は教えたかもしれないよ。テーブルでのヘルプのマナーとか教えてんのお前ら。実際なってないから俺らのところに送り出された時にこうなってるわけでしょ。でそれに対してお前らごちゃごちゃ言ってるわけじゃん。じゃあその新人に向けてのアフターフォローしたんですか？じゃあ新人は逆にそれ感謝できないかな。だったらそこから教えるんじゃないですか。ああいう状況だったからこういういじり方したんだよっていうアフターフォローですね。じゃあお前らがどうなの？お前らのテーブルにいた時どう思う？じゃあそれで仕事もしません、ただ座ってるだけです。そんなばっかじゃん。もっとこれをじゃあ一生増やすのか？じゃあそこまで教育するのか？それを改善しようよって。じゃあ改善しきれてねえからそうなってんだろうがや。なんだったら立ててやった、使ってやったって思ってたわ。わかんねえわそのレベルの次元の話。そこまで低い次元で物事考えたことないから。じゃあこうでこういう風にした方が良かったよね。お前声かけてんの？俺はかけてるっす。かけてないよねお前。じゃあお前違うか、お前出してみろよ。じゃあ甘やかした結果お前らのテーブル初心者しか新人しかヘルプつかないんじゃない？でもそうっすよ。でそれ伸びきってねえわ。じゃあ満足度お前どうしたん？お前の時の満足度どうしたん？でもそれで言うと湊さんのお客さん楽しませようっていうのはめっちゃ正しいんですよ。お客さん楽しませよう、担当上げよう、当たり前に楽しくて、その中で新人はそれすらも分かんない状況だから、これはこういう状況だったよっていうのを説明してあげないと分かんないって話、説明しないといけないっていうのもその次元すら俺らも分かんないわ。じゃあで湊さんが言ってることって背中で学べってことですよね。じゃなくて多分言語化して伝えてあげないと本当分かんないですよ。だとしたら教育隊があって俺らにごちゃごちゃ文句を言う前にお前らがまずそこを教えないといけないと思わないといけないんじゃないの？一向に歩み寄れない両者についに軍神が口を開く。正義のヒーローみんなの味方でいたかったか？だとしたらお前らが俺らにガチャガチャ言ってくる前にそうやってやるべきなんじゃねえのかな。いいよ。でお互いの主張も分かったから湊がね言ってることも分かるよ。お客様を楽しませるのが第一だから、俺はそれ優しさだと思う。ただ勘違いしちゃいけないのは、俺らは今ちゃんと社会に向かって進んでいかなきゃいけないわけ。俺別にいいんだよこうやって話し合ったりぶつかるのは。でも言葉とかお前とかさ、今の発言の強さとかで、それで果たして人に刺さるかって刺さんないじゃん。
自分の主張をぶつけるのと自分の主張や自分の考えを分かってほしいと思って伝えるの全然違くない？だからお互いが伝えようっていう気持ちがないと何も変わんないって。相手のためを思って考えなきゃいけない。これも俺ら変わんなきゃいけない。威圧の態度もダメ、建設的な会話をしなきゃダメ。生き方は違います。それ生き方が違うかもしれないけど、そこは変えていかないと。もういざとりあえず分かったっすよ。でも俺らもちょっと今アイバンって姫待たしてるんで、お客様第一なんで、ああいうふうにお客様第一にできないんですよ。俺はどうでもいいんで、ぶっちゃけ。今まで貫いた思考を否定することはやはり困難が伴い、話の解決には至らなかった。今までで一番激しいぶつかりだったんじゃないですか？そうですよね。相当でしたね。そうですね、ちょっとびっくりしましたね。まあでも俺はある意味あれは愛だと思ってるんですよ。例えばこれ昼の仕事で部下がああいうふうなことを言ってきたらどうなります？あ、じゃあもう君もいいよで終わりじゃないですか。もう話も聞いて、昔はまだ、お前ふざけんなよって怒ってたじゃないですか。でも今はそれがそういった人だったらパワハラになりますよね。はい。ああいう喧嘩でやっぱ空気悪くなるのは、やっぱお店にとってはなんかだいぶダメージはでかいんじゃないですか。あれは今お店が変わろうとしてる状態なんで、すごいいい方向だと思います。逆に。はい。でぶつかり合いがなかったら変わんないじゃないですか。どんなものもそうじゃないですか。衝撃があるから変わるんで、今までのミスだったらあれはないんで。どんな主張しても上から後で終わるだけでもう何も言ってもしょうがないな、じゃあ言わないでおこうでさらっとみんなやめていく。今回はちゃんと主張してぶつかってるんですよ。もう大幅な成長です。こっから変わるんで見ててください。本当に変わると思うんで。で別に俺みんなとも途中で話終わっちゃいましたけど、俺はぶつかり続けるんで彼を変えていければいいなと思います。でこの溝も変えていければいいなと思います。それはその全てそいつのためなんで、嫌われてもいいんでちゃんとそいつが幸せになれるような道筋つけて会話するんで、はい、これから見ててください。大きく変わると思うんで楽しみです。わかりました。はい。